大増水のせいで偶然出現した尾瀬ヶ原湖。明日には消えてなくなるであろう幻の尾瀬ヶ原湖の湖畔でおやつビールを楽しむのも悪くない。何やらもう二度と会うこともない友との別れの儀式、別れの杯みたいな様相を呈している気がしてきた。名残惜しいがキャンプ場まで徒歩1時間なのでそろそろ切り上げ時だ。多分もう二度と出会うこともないだろう別れに違いないと思うと、なぜか無性にきっとまた会えるよなみたいな感覚、かけがえのない瞬間を惜しむ感情というか、一期一会をしみじみと実感する感覚というか。最後の別れとなる湖に見とれて前を見ていなかったせいだ。それでは気を取り直して。幻の湖に最後の一別と振り返る。なんだろうこの感覚は。普通の夕方の光景が嫌に心に突き刺さる。昼は尾瀬ヶ原の小川の氾濫を見たが、夜は夜で天の川の氾濫で星がやけに川からあふれて見えた。などと別にうまいことを言うつもりはない。こともない。こうしてみると北極星は本当に微動だにしないということと、天の川が意外と北極星の近くを通っているということに驚かされる。晴天になってみると、あの幻の湖はどうなったかぜひとも確認したい欲求に駆られ、一瞬山の花方面に行ってみようかとさえ思うのだった。しかしおそらく山の花ビジターセンターのウェブサイトで確認できるだろうし、同じ道を戻るのもつまらないので、ここは予定通り尾瀬沼に抜けよう。感想を取りに行きました。ここの感想はどうだったですか？ここですか？はい。いやー、なんか人気も少なく、はい。トイレの音とか光もあまり少なく、あ、確かに音もしないし、テーブルも椅子もあるし。この親子に声をかけたのは訳がある。その説明にはちょっと時を戻そう。私が見晴らしキャンプ場に着いたのは平日であったのと、翌日は大雨という天気予報が出ていたため、キャンプサイトはほぼ私の独壇場状態であった。予報通り尾瀬は大雨となり、残雪が雨に溶けたこともあって川も氾濫、木道は水没。
キャンプサイトは水浸し状態となった。しかし週末になると天気は回復し、水場所を目当てのキャンパーさんたちでガラス機だった見晴らしキャンプ場は芋洗い状態の大盛況。ところが半分はまだ水浸しのままだったので、テントを建てる場所も限られ、土曜日の午後の時点でもうほぼ満杯状態であったのだ。やっぱりそこでよかったね。私はそんな中、お隣キャンパーさんに大雨でも水浸しにならないテントサイトを身をもって知ることになったという自慢話をしていたところ、そのおすすめのサイトはどこでしょうかと4時頃にキャンプ場に到着した親子2人連れに聞かれて、常識的には普通はテントは張らないけれど、裏技的でなかなか良いキャンプサイトを伝授したと、まあそんな経緯があったのだ。それは有料物件を紹介した不動産会社の社員のやりました隠れ有料物件を紹介しましたよ的なドヤ顔感が全然なかったかと問われれば、なかったとは言い切れない。少なく、はい。トイレの音とか光もあまり少なく、確かに確かに音もしないし、テーブルも椅子もあるし、冷蔵庫もあるし。冷蔵庫というのは私がビールを冷やしていた残雪のことである。それに2人用テントならいけそうな感覚です。おすすめですか？はい。わかりました。デコボコしてなくて、すごい平らで、意外ですよね、これ。以上、現地からでした。何でも、この親子は百名山を目指していて、もう20座を踏破しているらしい。第1座目は知床の羅臼岳、2座目が富士山だという。富士山はともかく、1座目に羅臼岳というのがマニアックである。マニアックといえば、週末のキャンプ場でマニアックなキャンプギアにお目にかかったのを思い出した。何やら盛り上がっているので近づいてみると、岡持ちバックパックで話題は持ちきりなのである。何でも廃業した蕎麦屋からもらったとか、粗大ゴミでしかるべき料金を払って捨ててくださいと貼ってあった代物を拾ったとか、いろいろ情報が錯綜していた。岡持ちといえば出前で使用されているあれなのだが、かつては田植えや稲刈りなどの野外作業の際に用いられたということだ。ということはアウトドアで使うのはむしろ正攻法ということになる。原点回帰というやつだ。一周回って正しい使い方が新鮮に映るというのは全てにおいてのあるあるだ。革のベルトが取り付けてあり、本気で実用加工したのがわかる。水タバコみたいなやつ？いや、普通のパイプタバコですね。蓋がついてるから、火が。どこで手に入ったんですか、それ？それは拾ったんじゃないでしょ？これは人から。こういうのが好きなの。これはもう持ってる人が、これ持ってる人のこれ誰だと思ったら、同じ人でしょってすぐ分かる。これまた見たことのないオイルランタンを出してくる。すげえな。どこのやつ？これドイツですね。フォイヤーってやつか。フロー結構伝統あるメーカーらしいですね。フローオという名とデザインを頼りにググっていろいろ調べたら、1945年から50年製造のフローオ420あるいは435ドイツ製のヴィンテージストームランターンであった。さすが筋金入りのマニアックである。なんか博物館がキャンプしてるみたいな。そういうのが楽しいから。こういうキャンプの仕方もありといえばありだ。いろんなキャンプの仕方があってよい。
それいいっすよね。今回持ってこずに安いやつ持って軽いやつ持ってきたら大変です。それヘリノックス。ヘリノックスの小さい方ですね。いいかな。いくらぐらいするんですか。1万2000円ぐらい。1万円ぐらい？1万円ぐらいこれ。でかい方もうちょい1万円何千かする。毎回椅子持ってこうと思ってて、重いからいいかと思ってたんだけども。それが1000円のやつ。ああ。腰をホールドできるからね。全然こうあるからいいでしょ。これでも楽なんだけど、やっぱこれがあるとね、違いますね。デラックス感が違いますよ。夕日を見ながらのやつが。もっといいやつがこのテントの中に入ってるんだけど。ああ、もう少し大きいやつね。普通のやつ。軽量ポータブルチェアの導入は本気で検討の余地があるかもしれない。転がっている石で机はできても、居心地のいい椅子はさすがに作れないのだから。人が多いのを好まない私だが、混雑しているキャンプ場ではいろんな情報交換ができて、それはそれで楽しめるのだなと思うのであった。結局、尾瀬沼に抜けることにした。しばらくすると日内ヶ岳の登頂路である見晴新道分岐にやってきた。前日に実は日内ヶ岳を登りに来ていたのだが、尾瀬沼6キロ、3.5 キロなんだけど、これちょっとな、これが続くようだったらやめ。風が強くしかも冷たいのと、雲が多くて日内ヶ岳頂上の見晴らしがそんなに良さそうでもないので、あまり乗り気ではなかった。しかも前日の大雨のため山裾はぬかるみがすごく、頻繁に迂回を余儀なくされた。しばらく進むと地面は雪だけになった。どっちだ。だんだん傾斜が出てきたのでチェーンスパイクをつける。これはさらに進むともっと傾斜がついてきたので10本アイゼンを装着した。また全然登りやすさが違うわ。しかし布の軽登山靴だったので、シャーベット状の雪をキックして登っていくうちにつま先が濡れて冷たくなってきたことと、出発が遅かったので7合目まで来るのに12時を回ってしまっていた。途中で下山してくる2つのグループとすれ違ったが、どちらも途中で断念して下山とのこと。私も12時半までと時間を決めて登って、頂上までの時間と下山の時間を考慮して諦めて下山することにした。ピークハンターではないので、頂上について景色が雲や霧でホワイトアウトして見えないというのであれば、私は頂上を目指すモチベーションは限りなくゼロに近い。見晴から尾瀬沼までの登山道で最初にして最後の沢だ。夏に登っていたらこの伊予泊沢は最初の休憩ポイントになることが多い。今は気温も高くないので
息も上がることもなく軽くスルーだ。この伊予止まり沢で尾瀬沼湖畔のぬしり平まで3分の1といったところであろう。シャーベットっぽいんだ。はい、すみません。雪の情報を仕入れた数分後、この私が熊に遭遇することになるとは、この時はまだ知る由もなかった。なんだ、なんと、登山道で、熊に出会った。誰かの落とし物だろう。拾った人が木にくくりつけたに違いない。しばらくすると、情報通り登山道は雪に覆われてきた。これチェーンつけないでも大丈夫ですかね。大丈夫ですよ。大丈夫そう。むむむ。賛否両論である。私はすかさずチェーンスパイクを装着する。何を隠そう。このチェーンスパイクは、この尾瀬で初デビューさせたものであるからだ。使いたくて仕方がないお年頃なのである。早速結構勾配のある坂道が出てきた。やはり上り坂にはチェーンがあると圧倒的に登りやすい。装着してよかったとしみじみと思うのである。あ、すいません。まだ続きますかね、これ。でも、もうあと、白砂湿原でしたっけ？もう来ましたか。はい。じゃあ峠ってさっきのだったのかな。まだ峠ってこの辺のことなんですこの辺、急にピューっと。その次の次があります。じゃあそうか。はい。もうちょっと行けば。はい、すいません。峠越したかな。やったぜ。楽ちん。じゃあ、これずっと下まで雪。ずっと雪です。頑張ってください。こっちも、この後、木刀で。ありがたい。もう頑張ってください。ゴーなんてね。これだと見抜く可能性あるぞ。白砂峠を降りてくると、じきにいつも美しい景観の白砂湿原が近づいてくる。池塘は今は雪に隠れているが、もうじき美しい全貌が現れるだろう。こうして歩いているだけで、
昨年の7月にここを通った時の記憶が走馬灯のようによみがえってくる。左はわかんないです。右はいいでしょ。つけてきました。あ、右が来たんですか。結構ひどかったです。ひどかった。アドベンチャーだった。アドベンチャー。こちらは。つけてなくてもい景色はけなく。景色はどうですか。いや、こっちなら火打ちは見えますけど。そう、火打ち見えるけども、でも確か夏行った時にずーっと見えるわけでもねえなと思って、そうなんかすっげえ苦労した割には報われねえなっていう感じの。それはそうかもしれない。三平平。でも楽しかったですよ。そういうまた悩ましいことを。よし。今情報収集しているのは、尾瀬沼から三平下へ行くのに画面左側の南回りの登山道の雪の状態を聞いているのである。ここは一見すると、いつも尾瀬沼越しに火打ヶ岳を見ながら進めるので、さぞ景色もいいだろうと勘違いするのだが、実際はコースは湖面より離れている場合が多く、木々に隠れてあまり火打ヶ岳は見えず、過去にここを通って悪路であることは知っている。そのことをアドベンチャーでしたと表現していらっしゃるのである。行くべきか行かぬべきか、ハムレットの悩みのように春巡を巡らせるのであった。その答えを湖に探しに行こう。尾瀬沼は半時計回りに回れと言っていたように思う。雪崩が多いことから来たナデック帽を下山している人たちがいる。スノーシューを履いているように見える。今日のように風がなく晴天だったら火打ヶ岳アタックには最適だったろう。まあアドベンチャーもよかろう。ほぼ森の中の木道を通る無難な北回り大江湿原経由もいいが、ここはあえてうばらの道を選ぼう。怖いもの見たさというやつだ。しかしこれが後々になって後悔する選択だったということはこの時は知る由もなかった。
やはり南岸は悪路だった。雪があったので逆に歩きやすかったのだが、木が雪の重みでしなって枝が歩道を遮っているので、何度もシャーベット状の雪の中の迂回を強いられ、体力が削られた。ただ樹木が葉を落としているので、夏場よりも尾瀬沼がよく見え、景色的には今の時期の方が良かったことは認めよう。やはり尾瀬沼は大江湿原経由で回るべきだった。大江川沿いに見える白い点は水芭蕉だろう。今回は三平峠へ向かう上り坂から三本唐松に挨拶をして尾瀬を後にするとしよう。ご視聴ありがとうございました。楽しんでいただけたでしょうか。面白いと感じていただけたら、よろしければチャンネル登録、そしていいねボタンを押していただくと動画作成の励みになります。